はい、今日はですね、久しぶりにアリの巣を自作していこうと思います。使っていくのがこちらのトレイですね。早速やっていきましょう。はい、ということでね、早速やっていくんですが、こちらのトレイなんですが、これどこで買ってきたかというと、これもちろんダイソーです。ダイソーで100円で売っていたトレイになります。で、素材がですね、木製ではなくてこれ竹製になります。竹の素材を今回使うの初めてなんですけれども、これを使っていこうと思います。で、竹製の飼育ケースで結構ですね、問題になるのがカビなんですよね。木材と違って竹って結構水分を含んでてカビやすいっていう風に言われてるので、ちょっとそこだけ心配なんですけれども、一応試しに作ってみようと思いますので、ちょっとねどうなるかやってみましょう。ですでにですね、ここに3個お部屋としてくり抜かれていますので、このくり抜いたところはしっかりと使わせてもらって、あとはここをつなぎ目としてですね、切り欠きを入れてあげて、この3つの巣をつなげてあげる。で、あとはここの上のところに観察できるように透明の板をですねつけて、それで完成かなと思いますので、結構かなり簡単な自作ケースだと思いますので、もう早速ねやっていっちゃうと思います。
はい、一応こんな感じで作ることができました。だいたい1時間くらいで作ることができましたね。自作品ですので結構よく見たら粗があるんですけれども、これくらい遠目で見たらそこまで違和感はないんじゃないかな。結構綺麗にできてるんじゃないかなって思います。はい。じゃあ早速ちょっと中の様子をですね、見ていきますけれども、ここの中ですね、中区切りのところはちょっと力技ですけれども切り欠きを作って3つのお部屋に区切って通れるようにしています。はい。それであとはここですね、餌場とかをつなぐ接続穴ですね。これを 8mm 穴で2箇所開けています。結構ギリギリだったんですけれども開けることができましたね。であとはここの上の部分にアクリルの板を超音波カッターでカットしてはめています。はい。ちょっとね、超音波カッターでこれも力技でこれをねくり抜いたので、ここねよーく見たらものすごく汚いんですよ。多分映像だと分かりにくいんですけれども、すごいこれなみなみになっててね、見栄えが非常に悪いんですけれども、使う分には問題はないかなと思いますので、こんな感じで仕上げています。はい。あとはね、どうしてもアクリルの板ですので、こういう風に6点で締めてますけれども、どうしてもここに力が集中してしまいますので、若干こういう部分にそれが生じてしまうんですね。そうするとこの部分にわずかに隙間ができちゃったりします。はい。なのでこれについてはこの構造上問題ないかなと思います。これを防ぐにはね、ここの四方にもビスを打ち込む必要があるんですけれども、ちょっとここの縁がですね狭すぎてなかなか難しいかなと思ったので、今回はこの6箇所でちょっと我慢しています。でさっきですねちょっと調べてみたんですけれども、カビの件ですね、カビの件について調べてみたら、有倉さんがですねサイトに検証の記事を載せてました。その記事によると、この天然の竹ですね、竹を使って自作してたみたいなんですけれども、これだとアリはすごい好んでくれたみたいなんですが、どうやらですね使って2ヶ月で青カビが発生してしまったみたいです。結構やっぱり竹って水をね吸収してしまうみたいなので、アリが中で活動してるとその水分を吸収してしまってカビが発生するみたいな多分メカニズムだと思いますけれども、そんな感じでカビが発生してしまったみたいです。
ですので、こちらは既製品の竹を使ってますけれども、やっぱりアリを入れたらカビが発生する可能性がありそうです。はい。ただ今回のこの巣に関しては完全にですねプラスチックで竹を密閉するんではなくて、ここの表面だけアクリル板で覆っていて、この裏面とかはもう完全に露出した状態ですので、こういったところから湿気は逃げていきやすいかなとは思いますので、その効果を期待してちょっと一旦試しに使っていこうと思います。今日はちょっとこれで終わりですけれども、実際にアリを入れてみて飼育してみた様子もこの後動画でアップしていこうと思いますので、ちょっとその進捗なんかもね楽しみにお待ちいただけたらと思います。